さあそれでは、はい50年前にタイムスリップして乗ってみたいと思います、皆さんこんにちは。 DK 土屋圭一です。この2台なんですが、今日すごいですよ、これは。いやこれはね、はい、なかなか見ないですよ。見ないですか。見ない。こちらはそうですよね。いやだって1971年ですよ。そうなんです。この車は1971もう昭和で考えちゃいますけど、46年か。そうですね。はいはい。これはね貴重品ですよ。こちらは乗られたことありますか。これはもう去年乗りましたね。はい、じゃあ今日はですね、この2台を、はい、見るだけではなくて、ちょっと乗れるというのでですね、だからもうなんつうのタイムスリップしたような感じですよ。そうですよね。はい。で我々日本人からすると、箱スカと参考 GTR 乗り比べるようなもんですからね。まさにね、はい、年代的にもそうですよね。ということでちょっとこの2台をですね、徹底的に、比較しながら楽しんでいきたいと思います。いいね。後ろにエンジンある感じしますね。やっぱキャブはいい音するね。いや気持ちいいでしょこれ。もう音だけで満足。のんびりだったらつくばとか走れますかね。走れる走れる走れますよね。走れる。もうそのタイムじゃないんだよね。タイムじゃないですよね。タイムじゃないですよね。あ、気分を楽しむ。隣に新型 A1 店が。めっちゃいい音だね。めっちゃいい音。音聞けよって感じだよね。ね。しびれる。全くだ。これに1日乗ったらごちそうさまって感じ。もうごちそうさま。お腹いっぱい。お腹いっぱい。お腹いっぱい。満腹ですよね。お腹いっぱい。いい感じに疲れますよね。でもさ、神経使うのはさ、ギアがどこに入ってるかわかんないの。そうかそうかそうか。例えば1、3。1はわかる。3、そうですよね。そう。3と5とか。そう。横方向が狭いですか、やっぱ。狭いね。あとはね、やっぱこう普通のアイドリングでクラッチ踏んで入んないもんね。こうやんないと。そっか。あと昔の車でよくローがシンクロがなくて、2速を入れて1に入れるとかいうのもありますよね。ある。こういう古い車だと本当100キロ以内、高速使っても、で楽しいのがいいんですよね。そう。本当にそう。今のハイパワー車ってやっぱり100キロぐらいでもう全然回ってないじゃないですか。2000回転以下ぐらい。そうでもう制限速度いっぱいいっぱいなんで、どこでこれ使うんだろうってなっちゃうんですけど、これ古い車ってもう60、80で楽しいですね。もう全然楽しい。全然楽しい。交差点とかでも楽しいじゃないですか。全然楽しい。ギアがこう綺麗に入っただけで嬉しいですよね。そう。本当にそう。現代の車にはちょっとやっぱない。ない。ブンってでもいい切れ味ですね。そうなんだよね。めっちゃいい音。昔を思い出す。でもアイドリングの時とかうるさいとかいうわけじゃないじゃん。ない。全然。アイドリングしっかりしてる。そうですよね。しっかりしてますね。だって俺が18の時に箱スカでソレックスの44パイつけてる時なんかアイドリングなんか安定しないもんね。カポ。常にこう少しこう踏んでないと落ちちゃいますよね。これで車重がやっぱり700とか800ですね。すごいよね。楽しいですよね。軽より軽いんだよ。軽より軽い。だからこんなのサーキット走ったらもうすんげえ軽快だろうね。そうですね。ビュンビュン曲がると思うよ。でこの車結構ねタイヤもハの字なんですよね。キャンバーついてるね。リアね。ちょっとこの時代にしてはびっくりだよね。そうですね。やっぱ踏ん張るってことですか。そうだね。これだから立ててたらリアが低いスピードで滑っちゃうんだろうね。そうか。かっこいいけどね。イタリアの車とかってやっぱエンジンっていうけど、やっぱフランスの車はなんかバランスとか雰囲気だよね。そうですよね。エンジンがすげえエンジンってわけじゃないじゃないはないよね。やっぱあと軽いとか、トータルバランス、あとおしゃれ。いやフランスの車っておしゃれだよ。そうですよね。そう。昔からおしゃれですよ。芸術品ですね。芸術品。本当に芸術品。動く芸術ですね。バイザー。
いいね。オレンジ色の溶接工。これ新しいな、新しいよね。悪くないですよ、目隠しよりサングラスみたいな感じだから。あ、そうだね。なかなか面白い。いやー最高です。このバイザー面白いですね。オレンジ色のこれオリジナル。おお、しゃれてる。オリジナル。やっぱりこれとそれ2台あったらいいですよ。普段はそれでこういう状態でちゃんとね保存してくれているオーナーがいるっていうのはやっぱりいいですよね。このね車オーナーは僕も土屋さんも共通の知り合いの方の車ですけど、その方がやっぱりこういうのは自分が持ってるというより預かってる感じなんだと。でまた次いい状態で渡すみたいな、そういう感じしてましたね。もうなんか自分の持ち物じゃなくてお預かりしてるみたいな。遺産ですから。そうだね。文化遺産。歴史を楽しむって感じだね。そうですね、まさにそうです。車の歴史ですよね。そう。50年前の車ってこうだったんだっていうのをね、今こうやって我々が味わえるわけじゃないですか。本当にこういう風に乗ってタイムスリップして、ああこの時代ってこれがスーパーカーだったんだっていうね。だからそういう楽しみ方だよね、こういう車って。そういうのをね、我々こう経験してきた世代ってやっぱ嬉しいですよね。やっぱ今の若い子に言ってもなかなか伝わらないんじゃないですか。その時代やっぱり知らないから。伝わんないな。無理だと思うな。そうですよ、原体験がね分かんないと思う。分かんないですよね。すげえと思うかもしれないけど、やっぱねこういう車は親父になんないと分かんないその味。そうね。だからさ、俺が思うにさ、こういうこう旧車ってさ、スルメみたいなもんなんだよね。若いやつには何この硬いの。だけどやっぱりいろんな味を知ってる親父になってくるとさ、スルメの味がうまいっていう。ちょっとここを少し踏んでください。横を。気持ちいい。気持ちいい。めっちゃ気持ちいいよね。気持ちいい。本当こういう車って法定速度だけでニヤニヤできる。そうなんですよね。もう一切法定速度ないですから。そう。首都高とか流しても楽しいだろうな。ねえ。軽い感じで。ね。めっちゃ気持ちいいでしょ。お腹まあいっぱいというかかなり。お腹いっぱいお腹いっぱい。美味しいお肉いただいた感じです。気使う。気使う。本当に気使う。気使うわ。お疲れ様です。お疲れです。さあ2020年代に。本当だよね。現代のアルピーヌ。現代。いや楽ですね。楽だよね。全然楽だよね。A1 で乗ったらカロリー消費したっていうかお腹空きました。ぐっと。そう。なんか本当そう。ね。体力使うよね。やっぱりあれから乗り換えるとちょっと大きい。これでも大きい感じしますね。おお。これはこれで今時のパワーだよね。これはこれで。そう。軽さは感じますねでもね。軽い。だけど綺麗にしてるね。でこのファンネルの長さを変えるとトルクが変わってくるっていうね。オフセットしてるの。そうするとなんか自然にこうなよっとしたポーズになりますね。そう大変貴重なですね、この初代のオーナーにもご協力いただきましてありがとうございました。ということで今日はですね、フランスのスーパーカー2台ドリキン土屋さんと一緒にお届けしてまいりました。またアンバサダーとして引き続きまた次も面白い企画を考えますのでぜひよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。次回も見てください。はい。